さん、お子さん2人、義理のお母さんと海外で暮らしています。数年前から隣人トラブルに巻き込まれていて、いろいろ対応はしているものの、状況がなかなか変わらないそうです。引っ越したくても経済的にかなわず、そのことで旦那さんが思い悩んでいることが綾子さんの悩みの種だそうです。この土地にいる意味やこの問題から抜け出す方法があるなら知りたいということでした。さて、このご家族が隣人トラブルから抜け出す方法とは一体何なのでしょうか。今日はチャネリングからスタートします。それではどうぞ。よろしくお願いします。あやこさん泳いでて、プールとかじゃなくてジャングルみたいな感じ？木がバーってあって、木と木にツタ張ってるみたいな感じ。鳥の鳴き声とか聞こえてて、川なのか池なのか沼なのかわからないけども、水があって、そこをあやこさんがクロールで泳いでて、こう優雅に泳いでるとかじゃなくって、すごい焦ってて、何かから逃げようと思ってて、後ろをすごい気にしながら前に進んでるんだけど、でも前を見てるというよりは後ろを見てる時間の方が全然長くって、もう本当に今にも後ろに何かがあるみたい。襲ってくるみたいな感じかな。ジャングルにいる生き物ってなんか怖いのいっぱいいるじゃないですか。今は大きなヘビが木の上のところの枝に絡まってて、そこからあやこさんを狙ってガブって噛んで食ようとするのが今見えてて、でうわーってやってて払ってます。とにかく怖い。で、うわー早く逃げないと思って今バーって泳いで、前に行ったらそれはそれで滝なんですよ。逃げなあかんし、かといってもう前には道がないから滝に落ちたら怖いし、この滝の下も見えへん。どんだけ高いかが分からへん。困ったってなって、もう陸に上がるしかないから、陸に上がりました。今なんていうかな、お姉さん座りみたいな感じで、岸で、ぜいぜい言ってるんですよ。うわー、怖かったって。どんだけ逃げたって何かが危ない。今、体ずぶ濡れじゃないですか。川に入ってたみたいな。まあ、ジャングルの鳥の音とか、何かが鳴く音、ジャングルやから、心安らぐ森とかじゃないから、何の動物がいるかわからないから、それが声だけ聞こえちゃうから怖い。今まで川の後ろも危なかった。前の時も危なかった。それで陸に上がってきたけど、ここも危ないかもしれない。例えばゴリラとかそういうのがあったらそれはもちろん怖いけど、アリだって怖いかもしれへん。毒持ってるとか。だからここも怖いんです。だからどこ行っても怖い。本当に心細くって今考えられる怖いことがこういっぱいある。でもね、空は晴れてるんですよ。青い空と雲が見えてて、でも怖いです。あやこさんが今自分の両腕で自分をこう抱きしめるような感じでずぶ濡れなんですけど、どっちかっていうとそれはなんか自分の想像力っていうか、だからでも想像かな、これは。まあ陸に上がってて声は聞こえてるけど、例えばめっちゃ綺麗な鳥かもしれないじゃないですか。受け取り方、ここしか見れないすっごい綺麗な蝶かもしれへん。すっごいカラフルなオウムみたいな鳥が飛んでるかもしれへん。だってここジャングルやから。普通日本とかにいたら見れないような動物やらゴンジャいるかもしれない。そういう見方があるんだけど。それやけど、さん基本的に全部怖いから、ただの鳥の鳴き声でもすっごい怖く見える。だからね、このジャングルは私から見るとそんなに怖くはない。で、滝かって別にどんだけ高いかわからないけども、癒しの滝じゃないですか。マイナスイオンが出てたり。もしそこにあったら、わー滝やってプラスに思えるようなこと。でも、あやこさんからしたら、これがどんだけ高い滝かがわからないし、
落ちたら私どうなるかわからないから、あやこさんには怖いものに今映ってる。見方が違うってことかな。何が出てくるかわからないから、もうすごい周りをいろんなものを見ようとしてる感じ。怖いから。草のね、茂みがそこがガサガサって言ったんですよ。うわっって言って、でもそこから出てきたのはすっごい可愛いちっちゃい猿やったんですよ。猿かと思って、何か襲ってくると思ったやんみたいな。基本的に空は青いんですね。近くに滝があるから、滝の向こうはすごい風が開けてて、その向こうの方まで空が見えるんやけど、その向こうの方だけ曇りで雷が鳴ってる。これがもしこっちに来たらどうしよう。今すでにもう濡れてんのに、これから乾くかなみたいな感じで思ってたのに、あれがこっちに来たらまた濡れる。しかも今度は雷まで鳴ってる。こんなところ直撃したらどうしようと。本当に遠くで起こっている、こっちに来るかどうかも分かれへんことでさえも怖いと思ってる。そうなってしまったら自分を助ける人なんて今ここにいないから。だから全部怖い。ああ、疲れちゃったって今思ってる。それは疲れますよね。こんだけ怖いと思ってんねん。で、今、空をセスナみたいなのが通りました。あの人やったら助けてくれる。だって文明やから。あの人だったら助けてくれる。それが多分なんか、弁護士とかそういうことやと思う。うわーってここにいるから助けて。この怖いと思ってる世界から、ピョーンって脱出できますみたいな感じで、本当にもう今までの怖かったものは何もなくなりましたぐらいの勢いでなくなるかもしれへん。あなたたちの力を借りれば。でも、飛行機に乗ってる人は、あやこさん見たみたい。一応、はしごも下ろしてくれたみたいやけど、周りに木がいっぱいあるから、あやこさんを救出するっていうのはちょっと難しい。この飛行機ではって意味。だから、これでは無理って言ってごめんねってしてます。ちょっと違うとこに行っちゃいました。両手を地面につけて泣いてます。川岸にちっちゃい石がいっぱいあって、それをカーンって蹴ったりして、なんだよ、こんなに困ってんのに、一人も出てけえへん。神様っていろんな人を愛してるはずやのに、私はほっとくのみたいな。困ってるのに。頑張ってたら何かしらメッセージくれるとか、なんか奇跡的にこんなんあったよ。それで助かりましたって話とかよくあるじゃないですか。そういうことが自分に起こったって別にいいのにって言っていじけながら自分の足元見ながら川のほとりみたいなところを歩いてます。やっぱり人間がここで生きていくっていうのはちょっと難しいよな。だから人間文明に帰りたいけど困ったな。でそうするとね、なんやろね。ジャングルに一人の男の人がいて、なんか葉っぱとか伏見のみたいな。で、上は裸で、棒を持っててっていうので、褐色の色してて、肌がね、なんか先住民みたいな、あやこさんが見てびっくりしてるかな。で、その先住民の人もちょっとびっくりしてる。その先住民がおいでおいでしてる。自分が思ってた人間文明の人ではないけども、解決策はこの人しかおれへんわけやから。だから、はぁと思って、その人に近寄っていきました。で、あやこさんが、私困ってるんです。私は町に帰りたいんだけども、どうしていいのかがもう全くわからないって言うんですね。じゃあ、この男性がすごいきょとんとして聞いてて、言葉が通じへんみたい。でも、とりあえず向こう行こうよってなって、指さすんですよ。こうジェスチャーで。この人言葉分かれへんねんやと思って。で、なんかその人の村みたいなのがあるんです。木で骨組みしたって、なんか分からんけど、かぶしてある簡易的なお家がこう何個かあって、村みたいな感じかな。きっと困ってるんやろなって分かってくれはったと思うから、とりあえずそこに行こうよって感じで、道を歩くのに慣れてないあこさんにちゃんと道を作ってあげたりして、村に行きました。この人優しいって思って。村に行ったら、女性、子供がいらっしゃって、子供を背中に乗せてる女性とかがご飯用意してて、火を焚いて焼いたり煮たりみたいな。
じゃあその男性が奥さんみたいな人に説明してます。奥さんが綾子さんにここに座ってくださいみたいな感じで、なんか丸い石でできてる椅子みたいなので、そこにどうぞって、なんかお腹空いてるかなと思って、その女性が食べれる芋を潰したマッシュポテトみたいなやつか飲み物とかを渡してる。言葉は通じなくても、あ、困ってるなっていうので察してやってくれる。綾子さんが、こんな初めて会った人、言葉も通じへん。何者かも分かれへん。もしかしたら、その人たちにとったら私ってすごい危険人物かもしれないじゃないですか。綾子さんにとったら、ジャングルの中って全部危険因子に見えるんです。で、それやのに、その状況を向こうが察して、すごくこの人が困ってるんじゃないかっていうことでおもてなししてくれるので、綾子さんが泣いてる。家族分しか多分作ってないであろうやのに、一部自分に分けてくれてるわけやから、愛でしかない。ありがとうって言って、を感じながら食べてる。その奥さんと男性が、綾子さんを見て、辛かったんやなって、すごい困ってはったんやなっていうのを感じながら、夫婦でなんか喋ってます。これはもう、うちで寝かしてあげないといけないな。ということで、寝床も作ってくれてます。その人たちのその親切みたいなのを感じて、すごい助かったなと思ってる。で、今、虫の声を聞きながら、木の枠でできてて、その真ん中、布が貼ってあるベッドがあるんですけど、その上に寝て、涙流しながら寝ようとしてる。決してここがね、ホテルじゃないから、物理的に心地いいかって言ったら心地よくはないんですけど、でも、今なんで安心してるかっていうと、先住民たちの愛に包まれてるから。思いやりの気持ちから自分は今、ベッドに寝れてるから、それはすごい嬉しい。だから安心してる。で、それを感じながら、綾子さんがちょっと声出して泣いてます。今度は声を上げて、両手で顔を覆って泣き始めて、今度は右を向いて、我慢しながら泣いてます。そのまま子供みたいに寝ちゃったみたい。村の人たちは早起きなので、もうすでにいろんな生活が始まってて、綾子さんが疲れてるであろうから、別に無理やり起こさないで、寝れるとこまで寝かしてあげるっていう感じ。今度奥さんがおいでおいでって言って、朝ごはんくれてる。周りがジャングルなんです。鳥がパーって飛んでって、赤とか黄色とかいろんな色が混じった鳥が飛んだんです。鳥やみたいな感じ。あんな鳥いるんや、ここって。で、ジャングルパッて見たら、昨日いた猿、同じような猿がジャングルを渡っていくんです。かわいいなって。テレビで見たやつみたいな感じで手叩いてます。で、蝶々も飛んでる。すごい真っ青な蝶々。図鑑でしか見たことがない蝶が飛んでる。あれって。普通ジャングルってテレビで見るしかないじゃないですか。滝にしろ、猿にしろ、蝶々にしろ、そのカラフルな鳥にしろ。で、今初めてテレビでしか見れないような世界に自分はいるんだなって思ったみたい。あんだけ怖いと思ってた昆虫も食料運んでるだけやんみたいな。昨日はあんだけ怖かったのに、今は同じジャングルを今度はプラスに見えてる。テレビでしか見れないような貴重な場所に自分はいるんだなってことに気がついて、一個一個全部すごいところを発見したって感じかな。ジャングルも知らなかったから怖いと思ってたし、先住民がちょっと怖いなとか、そんな思ってたけど、それも違った。この人たちの方が、こんな私にすごい優しい対応してくれる。自分が思ってたのとちょっと違うなっていう感じ。この世界がすっごく優しく見える。昨日滝が怖いな思ってたけど、滝があったら虹ができる。本当に絵を切り取ったような景色がここにはあるって。そんなん見れる機会なんて一生に何回あるか分かれへん。それを見れたのに、なんで自
その滝の向こうが落ちたら怖いしか思われへんかったのかな。でこの世界は全然違う風に見える自分の気持ちの差に驚いてる。なんでこんなことが起きるんやろ思いながらスープ飲んでます。なんか木のスプーンみたいなのを持ってて、スープをこうかき混ぜながら考えてるんです。なんかここにヒントがあるような気がするって。物理的には同じ世界。でも本当に真逆ぐらい違う世界。そうしてるうちに急に雨が降ってきて、スコールみたいな感じかな。なんか奥さんもちょっと予想外だみたいで、濡れたらいけないものをお家の中にしまったりしてやってるんですけど、そしたらその奥さんがめっちゃ笑ってるな。濡れたねみたいな感じで。暑かったからこれも気持ちいいよねみたいな感じで。雨は雨で、楽しいみたいな感じで、ね、降ってきた雨でさえ笑えるんやこの人たちはって。雨を通さない布で集めてて、亀みたいなとこに入れてるんですけど、これも恵みやから、これを利用して何かをするみたい。雨って本当はちょっと大変じゃないですか。外も出られへんし、濡れたらガンも濡れちゃうし、これすごい困ったなって思ってるけど、ここの先住民たちはそれをプラスに変えてる。プラスっていうか、濡れたところでハハハハって笑えるし、それはそれで利用する。子供に至っては全然気にせずサッカーしてる。一見マイナスなことをこの人たちにとったらマイナスじゃない。へーって、こういう受け取り方もあるんかって。これはさっきのとつながってるなって。昨日のジャングルは怖かった。でも今日のジャングルはすごく綺麗に見える。自分にとってスコールはプラスじゃない。でも他の人たちはそれに順応して動いてる。でも雨が降ってくるのもしょうがないから。一日に何回もスコールあんのに、それをしんどいな、しんどいな、この時間何もできへん。嫌なことだらけやわと思ったら辛い。でもこの人たちはそれを辛いと思ってないから、それをプラスに変えたりして全然気にしてないみたいな感じで、私は思ってはんねんな。この差を今見せられて、あやこさんが、へーって思ってます。夫婦があやこさんの方を見て、笑ってる。あなたはジャングルの中で迷ったかもしれない。でも、せっかくここまで来たんだから、楽しんでいきなって。で、ここに何日かいてもいいよみたいな感じ。私たちもあなたがいたら嬉しいし、あなたも急がなくてもいいんじゃないって。最初のあやこさんから言ったらめっちゃ帰りたいんですよ。レストランの一緒に社会文明に連れてってくれって思ってるんですよ。先住民の人たちが、そんな尺度で生きてないから、せっかくここに来たんやから、ここを楽しんでから行けばいいって。そんな心が余裕があってもいいじゃないってこと。で、あやこさんがびっくりする。ああ、そんな考え方もあんのかと。いろんなことがきっとあると思うんですよ。ジャングルやから。ちょっと何かに噛まれたなとか、なんか怖い動物あったなとか。そういうのが、この人たちだってきっとある。でも、この人たちは、例えば、大きな猛獣にあったとする。それが、子供がその猛獣見たのが初めて。で、そうなった時に、うわぁ、怖かったっていう風に、1日目のあやこさんみたいに怖いと思うこともできる。ここの人たちは、あの動物に会えるっていうのは、そんなに頻繁じゃない。このジャングルの中にいても。だから、会うからこそ、その動物との距離の取り方が練習できるし、その動物は動物なりの欲しさがあるから、わあ、綺麗。ジャングルの中をこう悠々と歩いている、かっこよさ。お父さんに言ってたけど、あんな動物が、本当におんねんな。かっこいいな。食べられるという心配があるんですよ、本当は。あるんやけど、生き殺してやってたら全然大丈夫なわけやし、その動物に頻繁に会えるわけでもない。こんなジャングル広いのに、こんな動物に会ってしまったっていう考え方ができるのに、この人たちは見れてラッキーみたいな感じ。で、練習できないと、本当に何かあった時に距離感の取り方がわからないから、やっぱ会っとかなあかんし。
そんな感じで、見方を変えれば、そうやって見てたのかもしれない。川で泳いでたけど、例えば水の冷たさを気持ちいいなって思うことだってできた。滝を見て落ちたら怖いと思ったけど、滝の上に本当は虹がかかってて、こんなん見れてラッキーって思うことかってできた。雷が鳴ってたの見えたじゃないですか。その時はこっちに来たらどうしようみたいな感じで思ってたけど、壮大な景色の中、自分は安心な場所にいながら雷が落ちるという瞬間を見れるわけですよ。っていう考え方もできる。猿があんな間近に見れてラッキーなわけやし、滝に落ちる前に気づけてラッキーなわけやし、こんな広いジャングルの中、男の人に見つけてもらえただけでもすごいラッキー。飛行機は自分を助けられなかったけども、自分が遭難してる、自分がここにいるっていうことを知らせられたわけだから、そういうプラスの考え方ができる。だから、その先住民の人たちのこう生活ぶりというか考え方を見て、あ、この世界っていうのは考え方なんやなって。この人たちなんでこんなに笑ってるんやろって。同じ地球上にいる人間なわけやから、あやこさんにしても、その先住民にしても、生活体系が全然違うけど、それなりにちゃんとその人に合った試練って絶対あるはず。それやのに、私は昨日のジャングルみたいにものすごい怖いと思ってる。でもこの先住民たちはすごいにこやかに暮らしてる。そしてにこやかに暮らしてるからこそ、誰かが困った時にすごい先回りして、何をしたらこの人が安心するのかなっていうことをちゃんと考えられる余裕がある。考え方でこんなに違うよっていうのを見せてもらって、あやこさんが分かったと。意を決してこう立ち上がったんです。私はここに来たのは偶然じゃないと。これを見せてもらうために私はここに来させられたんやなって。川べりにいて石蹴ってて神様おれへんやんって思ってたけど、そうじゃなかったって。この男性に偶然会ったみたいになってたけども、これは神様が合わせてくれたって。神様は今のあやこさんに必要なのはセスナじゃないと。この家族の生き方、考え方、どこを見るかの違いを見せるためにあやこさんを男性に合わせて一晩泊まらせてくれた。この人たちの考え方を見たからこそ、昨日の自分と今の自分の世界が違って見えて、それを神様を見せたかったって。私は帰りますと。ありがとうって。あなたたちがしてくれた親切は忘れませんと。全然言葉が違ったのに、私が何に困ってるか、どうしたら安心できるかっていうのを教えてくれたって。そして考え方の違いまで見せてくれて、自分の見てる世界が自分が作ってるっていうのを教えてくれたなって。それを身ももって今体験しましたって。学ぶことはちゃんと学んだからみたいな感じかな。ありがとうって言って握手してます。とはいえ、道知らんやろみたいな感じになって、旦那さんが、こっちやでみたいな感じで道を途中まで行ってくれてて、そして、若干もうちょっと人間文明の町まで来たから、あそこだよって言って、ありがとうって、いいよいいよって。それが自分のなんか生き方っていうかね、そんな当たり前やみたいな感じで町に行きました。町はすごい車もあって、そんなに発展はしてないですけど、みんなが普通に生活してて、ここで旦那さん出てきました。旦那さんが、うわーって言ってて、ハグしてる。旦那さんはすっごい心配してるみたい。どこ行ってたんだよって心配したよって言って、これ家かな、ジャングルの近くにあるような家みたいな、コンクリートのね。で、なんか今帰ってきたのに急にね、もう食卓について子供2人と旦那さんとご飯食べてるんですけど、すごい大変だったんだよっていうのを家族に喋ってて、子供はへーみたいな感じで聞いてるんですけど、旦那さんは、そんな怖いことを君は乗り越えたのかい、さすが
みたいな感じで称賛してて拍手してる。子供2人はあんまりちゃんと聞いてないかな。帰ってきたなーって今思ってるかな。昨日の晩と違うのは、今日は文明社会の中、自分が安心するお家にいて、昨日のは夢みたいな感じかな。今度また綾子さんが泣いてて、普通のことが嬉しいみたいな。日常の世界かな。旦那さんがいて、子供がいて、自分もいて、家族一緒。ご飯も食べれる。空は星空。暖炉の日がある。ジャングルの時みたい。気づかなかったって、この幸せが。味方やからっていうの。この生活ができる素晴らしさっていうのが前より分かってるわけ。だから、なんかその一個一個が今まであったのに、あ、これが幸せなんやなって。これって当たり前じゃないから。もしかしたらこういうのが自分の気づかないところでもっといっぱいあったのかもって。で、それを旦那さんは分かってないって。綾子さんは今身をもって体験して、同じ世界見てても虹が綺麗だなって思う人と、滝落ちたらどうしようって思う人、雷見れてラッキーって思う人と、雷こっち来て自分が撃たれたらどうしようって思うさ。これは自分が今まで体験してきたから分かること。でも、ここにいる旦那さんは遭難してないわけやから、この人は知らん。だから、先住民の人はここに来たから泊まっていけばいいやんって。楽しんでいきなってなってんねんけど、旦那さんはそんな怖い思いをしたのかい。よく頑張ったねって言ったけど、味方によったらそんな素晴らしい旅をしたんだね。人生がすごく豊かになったねって考え方だってあるわけ。自分が思ったこの差を子供とか旦那さんにこれは伝えないとって。こんなに差があるんだなって。これってもう本当に全部のことに言えることやから、それをこの人に教えないといけないなって今、綾子さんは今思ってます。旦那さんはいつも通りが好きな。異常がない生活っていうか、もちろん遭難するなんて起こってほしくないし、この滞りない生活を送るのが好き。だからそこが違いますね、先住民の方と。先住民の人は何が起こっても全部順応してるから、それをプラスにしたり、それを利用してなんか生活に役立てたりするんやけど、旦那さんはそのいつも通りの生活、自分の常識の範囲内でを滞りなく毎日繰り返すっていうのが平和やと思ってるから、そういうことが自分のその常識の範囲内で繰り返すんであれば、別に旦那さんは機嫌よくやっていけるんですけど、でも、ここのお家に住んでる人たちかって、先住民の人と結局一緒やから、人生何が起こるかわからない。同じように星空はあるわけやから、雨だって降るし、ジャングルほど動物が出てくるわけじゃないかもしれへんけど、こっちは社会文明にから、例えば車の事故が起こるかもしれへん。こっちはお金とかがあるからね、そのお金のトラブルがあってある。ジャングルとここの文明社会とでは、起こる問題の種類が違うにしろ、問題は起こるんですよ。でも先住民の人はそれをうまいことで乗り切ってきたわけですよ。だから旦那さんもこの起こってることをプラスに変えないと、この人がしんどくなる。この人がなぜしんどいかっていうと、静かに過ぎていくこの時間こそがこの彼の世界の全てであり、これが通常やと思ってはるから、これが壊されたらもうパニックなんですよね。マイナスとしか捉えてないから。だからこの人が生きにくいのはこの人のせいなんですよ。先住民の人もこの旦那さんも同じ人間やから、考え方一つでこの人だって変われる。この人を窮屈にしているのはこの人の考え方。でも人を変えるってすごい難しい。自分が分かってたとしても平和に暮らしている旦那さんにどうやって分からしてあげれるのかなっていうのを今思ってる。で、今旦那さんに喋り始めました。私は今いろんな経験してきたってジャングルですっごい怖かった。全部が怖く見えた。
でも先住民の人の生き方を見て、全部取り方なんだなって思ったのって。取り方ですごい窮屈な世界が作れるし、すごくプラスに見える世界にも生きれる。同じ時間を過ごしてるのに、それを自分でね、狭い世界を選ぶのっていうのは窮屈じゃないって。旦那さんがちょっとびっくりしてて今。僕が悪いっていうのかいみたいな感じかね。どんのか。僕は頑張ってると。このダーの前で家族がこう滞りなく暮らせてるのは僕が頑張ってるからやって。これ以上何を僕に求めてるんだいって言ってる。で、はやこさん困ってる。だってそういうこと言ってたわけじゃないし。味方変えたらあなたが楽になるよって言ってんのに、こうやって言うのもマイナスに取るのかな。この言ったことでさえも責めてるとこの人は思ってんねんなと。だからこれがこの人の世界。何言ったって責められてるとか、なんかマイナスに取るっていうかね。だってあやこさん言われてるんやからもう愛しかないわけですよ。どうかと。ここまで違うんかと。話が通じやん。そんなこと言ってるわけじゃない。頑張ってないなんて一言も言ってないし。だってその人が頑張っててこの生活が成り立ってるなんて分かってるし。旦那さんが家族大切にしてるなんて分かってるし。まあ、旦那さんがピリピリって怒ってるんですけど、それを見て、あやこさんが困ったな。今度旦那さんが泣き始めました。こんな看板本当に分かってくれへんみたいな感じ。しかも、あやこに言われたみたいな感じでね。あやこは一番の理解者なはずやのに、ね、自分がどんだけ頑張ってるかっていうのをそばで見てるわけやし、自分がどんだけの思いで家族を、この時間をね、自分の手で守っているかっていうのを、あやこは知ってるはずやのに、それなのに自分の考え方が悪いって言ってると。僕はすごい悲しいと。伴侶にそんなこと言われるなんて。泣いてます。今、お母さんと一緒に住んでるんでしたっけ？義母と一緒に住んでる。旦那さんのお母さんは、旦那さんの背中をさすってます。かわいそうにみたいな。困ったなーって言ってるのは愛情やのに、愛情しかない。旦那さんはそれは愛情やと受け取れへんから、今度はさんの心が暗くなってる。今後は親子さんの腕掴んで、もうこの状態が嫌なんだって。自分が頑張れとか全部頑張ってる。ここは自分がすごい苦しいから、そこから抜け出したいと思ってて、それをあやこさんに今相談してて、手を掴んでね。子供たちとか家族を守りたいのに、自分はそれを精一杯やってるのに、でもそれでもそれ以上のことが起こってしまってて、もう対応しきれない。コントロールしきれへんくって、家族に危害が及ぶかもしれない。あやこさんの1日目のジャングルの状態が今の旦那さんの状態ですごい怖いと思ってる。でもしかもね、一人で迷ってるんやったら自分に身の危険が及ぶだけやのに、今回の場合は家族に危険が及ぶから余計に怖い。やっぱり物理的に、ね、女性とか子供の方が弱いわけやから、それがもし起こってしまったらどうしようっていう感じで、自分はこの家族が全てやのに、で家族に何かがあった時に自分はもう生きていけないと。家族を守るのが自分の責任。この中で大人の男の人一人やし、ここのお家に住むっていうのは、やっぱりその自分の関係でそこに住んだわけやから、あそこにも責任があると思ってるし、そこがなければ、もしかしたら家族はすごい平和に暮らせたかもしれへん。ちょっと被害妄想とか責任感強すぎるみたいな感じですけど、その自分のせいでこうなってしまった。自分、すごい責任感じてる。自分のせいじゃないのに、自分があたかも家族を危険にさらしている理由の一つみたいな感じに思ってはって、だからこそ何としてもこの家族を守らないといけないって、ここでもマイナスな、考え方ですよね。そうじゃないのに。やってるのは隣人なわけやから、すごい心配なんやっていうのをこう切にあやこさんに言うんです。あやこさんはかわいそうやなって。この人の気持ちが痛いほどわかる。家族を大事にしてるの親子さんが一番分かってるから、どうしたらいいのかなって
その綾子さんの腕を掴んでる旦那さんの手の上にもう一個自分の手を乗せて、どうやったらこの人の苦しみをちょっとでも減らしてあげれるかな。なんかわからないけども、綾子さんが旦那さんの手を取って、今外に連れて行きました。空は今夜なので暗いんですけど、星がいっぱい出てて、綾子さんが星をこう指さしてます。で、旦那さんに言ってます。この空は人がものすごいハッピーであろうと、旦那さんのようにすっごい辛い人であろうと、この空はずっと同じ空。どんな人にも平等にある空なんだよって。旦那さんも挙動してる。これは一見物理的にいろんな問題あるけども、これはあなたの問題だって。問題って誰にでもあると。自分がジャングルにいた時にもう先住民にもいろんな課題はきっとあると。そんな感じでここの地球上にいる人っていうのはいろんな問題があるよって。それは親の介護かもしれへん。子供が発達障害でなんかすごい障害あるかもしれへん。震災が起こってそれですごい右往左往してる人だっているかもしれへん。でもこの空はみんな平等にあるんやって。人によったらその資源の種類は違うかもしれないけどもみんなあるんやで。で、あなたの問題はたまたまそれだったっていうだけのこと。それにあなたが気がつかないといけないよ。私がジャングルに行った時にセスタに助けてもらったらめっちゃ楽になるのにって。でも神様はそうしなかった。代わりに先住民の生き方、考え方を教えてもらって自分の人生の見方を変えれた。そんな感じで神様はちゃんと見てるから。あなたがここの生活にいてね、ジャングルのセスナのような存在がないっていうのは、それはもう神様のご意志やから。何かを見ないといけないことがあなたにもあるんだよって。私が先住民の人を見たように、世の中ってそういう風になっているって。だからすごい気持ちがよくわかる。自分だってセスナに乗りたかったし。だからこの問題があった時に、例えば一夜にして誰か救世主が現れて、弁護士やら警察やなんか救世主が現れて、解決しましたってなったら、それはすっごい嬉しいと。でも、それが起こらないのは意味があるって。それは私が先住民にあったように、あなたも考え方を変える何かを学ばないといけないから、セスナが来ないんだよって。世界はそうなっている。それと、みんなが暖炉の前で平和に暮らせる時間ばっかしじゃない。あなたに今この問題があるように、先住民だって先住民の問題がある。同じように街に暮らしてたって、例えば車にひかれた人もおるかもしれへんし、さっき言ったように介護あるかもしれへんし、何かしらのトラブルがあったりする。でも全ては味方やから。そこで自分が何かを学ばないといけない。それをあなたが思わないといけないの。これは綾子さんの課題というよりは旦那さんの課題やから。でも人生ってそういうトラブルって起こるもんやから。それどういう角度で見るか、どう受け取るか、どう感じるか。それで世界が変わるっていうのをただ神様が教えてくれてるだけやから。この世界から抜け出す唯一の方法はマインドを切り替えるしかない。私はあなたを責めてるわけじゃない。あなたがすっごい頑張ってるのも分かってるし、家族をすっごい大事にしてくれてるのも分かってる。だからこそ辛いのも分かってる。だからこそ、綾子さんが虹が綺麗だなって思ったみたいに、旦那さんにもその虹を見つけてほしいって。それは私がいくら言ったところで変わらないんだって。だってこれはもう心の問題やから。だから綾子さんの方がちょっと一歩前に行ってるんですよね、考え方としては。旦那さんがってしてて、旦那さんが大の字になって横になりました。
で、上は満天の星空で、なんかわからんけどやって、そう思えんのかな。なんかこう、まあ知らなかったわって。この夜空の下にいる人間は、まあ大なり小なりあれども、まあ大まかに言えば平等だと。形は違えど、本当に何の苦もない人生を送ってる人なんか誰一人としていない。これを自分は知らなかったなって言ってる。なんかそういえば自分もまあいろいろあったけどやってきたなって。もう今回の問題以外に幼少期から例えば学校であった何か問題やったり、まあ、結婚前に誰かと付き合ってた時に別れたとかね、それと一緒なんだねって。そういった、まあ、大なり小なりあれでもそれはそれ、その時の自分にとっては大きな問題だけど、まあ、それは人並みにこう乗り越えてきたわけじゃないですか。今回の問題はものすごく大きく見えた。なぜなら家族を守りたかったから。自分が一喜一憂するだけの問題じゃなかったから、今までの人生の中で最大の問題に見えた。でも、これは今までの問題と一緒なんだね。こんな風にいくかな。ありがとう、あやこって言ってハグしてるんですけど。あらららら。そうか。ハグしてるよ。ちょっと軽くなってるよ、私本当に？は。あ、そうだねって。今まで自分がちっちゃいなりにもいろんな問題を自分なりに乗り越えてきた。大きく見えるけども今まで乗り越えてきた問題と本質は変わらない。その大きい試練に自分が立ち向かえるというか、そこに学ぶことがあるから自分の前に来てるんだなって。それをあやこが教えてくれたって。もう今ちょっと考え方が切り替わったみたい。実際そうなるかちょっとわからないですけど、この星空はみんなに平等だって。それをあやこは知ってたんやねって。それをあなたが愛を持って教えてくれてただけなんだねって。ごめんねってさっき怒っちゃって。あやこにとってふさわしい夫でありたい。好きなものの考え方ができる妻に対してのちゃんとふさわしい自分でありたい。自分はすごく一生懸命やってるからやってるって言ったけど、自分がこんだけ子供の幸せ、妻の幸せとか母の幸せを願うのと同じで、あやこさんだって自分の幸せを願ってるよねって。それは同じやんねって。だから自分が考え方を切り替えて、その暖炉の前にいる世界が全てじゃなくって、もっと大きな意味でこの世界を見て、この人生を生きる、楽しく生きる、前向きに生きるっていうね。っていうことこそがあやこにとっての幸せなんだねって。それをあやこが教えてくれたって。自分にとってもこれは貴重な経験なのかもしれない。そういう見方をしないといけないんだなって。それが家族を守るっていうことなんだなって、大きな意味。それを自分がやっていくことで子供にも見せられるし、その考え方を。それが親になるっていうことかなって。それを教えてくれた妻はもう誇りでしかないと。こんな遠い日本から来るっていうのも、まあ、友達もいいへんわけやし、子供も違うわけやし、不安の中来てくれただけでもすごい感謝してるのに、その上、こんな素晴らしい考え方を自分に最初は起こったにもかかわらず、根気よく教えてくれようとした妻は、もう自分にとって女神だと。こんな素晴らしい人が自分の妻に来てくれてもう感謝しかない。国を越えて会えた、妻に会えたっていうのはもう神様に感謝しかないと。だからもう一回その自分を守ってると思ったけども、もっと大きな考え方のもと自分はやっていきたいと。また本当に家族を守っていきたいって今
は私の夫だと。優しいのは分かってたと。家族を大事にしてるっていうのも分かってた。でも彼に足りなかったのは強さだったと。彼が作っている世界のもっと大きなところで本当はものを見ないといけなかったって。それを今これから経験していくわけやから、それを体現していくのはこれからやけど、でもそこに気づけたっていうのはものすごく大きなところやから、しかもそれをしようと思ったのは家族への本当の愛やから。だから、こうやって思ってくれた夫がすごい誇らしい。やっぱりこの人についてきてよかったなって。この人にいるからこの国に来たわけやから、それ以外に別にプラスはないわけじゃないですか。ね、だから本当に言い方あれやけど、全部を捨ててこの人についてきてこの国に来て、本当に一から自分が1じゃないよね、マイナスだよねこれ。マイナスからスタートしてやろうと思ってたわけじゃないですか。この人についていくしかプラスがないのに。でもこういう風に家族を大事にしてくれて、そしてこのもう一個大きな考え方を今しようと思ってくれたのも家族への愛やから、こんな風にちゃんと心から家族を思ってくれている男性に会えたっていうこと、本当についてきてよかったなって。すごい全然異国の土地やけども、この人と家庭という国みたいなその一つの世界ですよね。そこの世界に作れてよかったなって。だって人によってはすごい全然家族大事にしひん人かっておるわけやから、それはどこの国であろうとね、日本であろうと違う国であろうと、この世界はめちゃくちゃなわけですよ。だからやっぱりこの人についてきてよかったなって。自分が全部捨ててマイナスからのスタートやったけど、これでよかったなって。それはもうお互い持ってる。ラブラブですね、これも。こんな感じかな。これですごいなんかね、ブロック解除してもらった感じ。本当によかった。私だけじゃなくて、多分なんか旦那の方のブロックがなんか取れたような気がする。最後のその旦那の理想像みたいなのが自分の中になかったからどうなっちゃうんだろうみたいな。そうだから途中旦那がすごい心配してたとか、私が言ったら逆ギレするとか、もうそことかももうほんとそのまんまでなんでそんなにわかるのっていうくらいもう全部さ、あとなんか子供が全然話聞いてないとかね、そういうのも本当にそのまんまで逆ギレするんや。そう。そこで止まってたからさ。そこやってんね、今。そう。自分頑張ってるから全部自分のせいみたいな感じで、帰ってきたらもう結局なんか自分の仕事が終わりになっちゃったから帰ってきたみたいな感じだし、私は私でね、子供のためにと思って帰ってきてるけど、彼は自分が外国に入れる解消がなかったから帰ってきちゃったって思ってるところがまだあるから。だからね、本当にここに住んでることも自分の責任と思ってるのとかももう本当にそうだし、本当にそのまんまそんな感じで。だからその今最後のそのどういう旦那を私は求めたらいいのかっていうのが見えたのがすごいよかった。なるほど。旦那さんには愛があるしね。あやこさんにも愛があるし、なんか素敵な夫婦やなって思いました。ありがとうございます。はい、というようなチャネリングでした。チャネリングの映像を見ているにゃんこも最初なんで先住民と思ったけど、進めていくとなるほどという物語になるから、チャネリングってすごいなって思います。優しいがゆえに思い悩んでいる旦那さんを何とかして助けたいというあやこさんの愛が伝わってきたわ。そしてその思いに応える旦那さんが素敵やったな。チャネリング
中綾子さんがすごい引き込まれる感じがして、すごく眠たくなって、旦那さんがそうかと悟ったところで急にふわっと目が覚めて帰ってきたと感じたそうです。未来はどうなるかわからないけど、お互いに愛のあるご夫婦なので、きっといい方向に行くとにゃんこは思います。にゃんこもモーニングのホットケーキが1枚って少ないなーって思ってたけど、にゃんこの食べ過ぎに神様が協力してくれてんねんなって思うようにします。今日もお付き合いいただきありがとう